どうも、一夜です。さて、今日はですね、僕が去年の秋から始めた肥料のやり方、その1年間のね、経過報告をさせていただければと思います。じゃあまずこちらの黒松ですね。まず何をやったかというと、従来まではここに置き声を置いたりですね、有機タイプの液肥をこう上げてたりしたんですけど、去年の秋からそれを一回やめて、葉面散布、化成肥料の葉面散布に切り替えました。で、実際それがどうだったのかっていうのをね、ちょっと報告したいと思います。で、まずやり方ですね。やり方は、このピータースプロフェッショナルっていう、わかりやすく言えばハイポネックスの粉末版みたいなものを、水で希釈して、このスプレーボトルに、そうだな、本来は1000倍ぐらいでいいんですけど、3000倍から5000倍ぐらいを目安にして希釈して、それを黒松の葉っぱにかけるっていう、ここですね、のをやってました。で、肥料の葉面散布についてはですね、いろいろあるんで、どれが本当なのかちょっと僕もわからないんですけど、実際に吸収ができるっていうことは分かってて、それは、もともと植物が海にあった頃の名残なんじゃないのかなっていうふうに書かれてますね。本当のところは僕にもわかりません。吸収率は、葉っぱから吸わせるのより根から吸わせた方が圧倒的に吸うそうなので、本来他の植物を育てるのにはあんまり向かない、補助的な葉面散布は役割なんだと思うんですけど、盆栽自体はそんなにガツガツ肥料をあげなくてもいいかなと僕は思ってるので、ちょうどいい方法になりました。で、これ以外に使ってるものはですね、これ、ストレスブロック。バラのって書いてありますけど、別にバラのじゃなくてもいいんですけど、たまたまこっちがこの時安かったのでこれを使ってて、これにも一応肥料成分は入ってはいますけど、あんまりそれは全然微量なものらしくて、これの効果は多分そんなに肥料としては期待できないのかなと思います。で、あともう一つはこちら。木作液ですね。これはカーメン君ガーデンチャンネルでも紹介されてた有限会社キクモクっていう小さいですね。キクモクっていうところのキクノールっていうやつですね。ちょっとだけお高い木作液だと思ってもらえれば、香りも普通の木作液と違って少し、ソフトです。化成肥料の液肥とストレスブロックと木作液の、3種類を使って育ててきました。でもストレスブロックと木作液についてはどんだけ効いてたかははっきりわかんないんですけど、でもずっと続けてるので、今回の比較、置き声を液肥の葉面散布に変えてみたっていう点では、比較しやすいのかなと思います。やり方はですね、だいたい僕は春と秋、夏もやったりするんですけど、さっきの、ハイポネックスの粉末みたいなのを、多分3000倍ぐらいにしてたかな。本当はもっと5000倍ぐらいでもいいと思うんですけど、にして、ここにかけて、それを2週間から3週間に1遍ぐらいのペースでやってました。厳密に3週間経ったからやろうとかじゃなくて、結構思い立ったら、そうだ、やっとこうってやってたので、2週間の時もあれば3週間の時もあれば、1ヶ月経ってやってるって時もあったと思うんですけど、結構バラバラですし、完全にしっかり3000倍に希釈したかっていうわけでもないので、もしかしたら1000倍ぐらいの時もあったかなっていう感じですね。で、これはもともと結構小さい鉢に締めてある黒松なので、あんまり葉の長さは変わらずって感じでしたね。ちなみに僕は中目切りはしないので、鉢を締めることによって葉を短くするっていうのをやってて、なので非常に比較がしやすいかなと、思います。いつも通りの短さになりましたね。で、これと比べて、こっちはすごい元気ですね。これはしっかり肥料吸ったなーっていう、なんていうか、黒松の伸びと葉の太さになりました。これも毎年毎年さっきの黒松と同じぐらいの感じだったんですけど、環境的には同じとこに置いてるし、あげてるものも一緒だし、水やりのペースも一緒だったんですけど、なんかこっちはすごいよく効きましたね。置き声使ってる時はですね、ここまでしっかりビヨンとなることあんまなかったので、比較的これは肥料効いたなっていう感じですね。
上げてなかったら多分ここまで伸びないし、効いてなかったらこんなならないと思うんで、そういう意味では、液肥の葉面散布っていうのは効くんだなっていう、実感を得ました。結局なんで葉面散布するんだっていう話なんですけど、僕の中ではメリットが2点あって、1つ目は、まず、木越えって基本的に表土に置くじゃないですか。でそうすると、肥料がだんだん崩れてきたり、有機肥料だと崩れたり、化成肥料でも崩れるか。崩れてきたものがここに詰まって、表土が汚れたりするんですけど、このパターンだとここにかけてるだけなので、こっちは全然汚れないっていうメリットがまず1点。で、もう1点目は、根っこが弱ってても吸収できるんですよ。根が弱ってると、どんだけ肥料をあげてもこの土からね、肥料を吸い上げられないと思うんですけど、それが葉面散布によって葉っぱから吸収できるので、根が弱ってても大丈夫と。それがメリットですね。これがですね、全く合わないなっていうパターンもあって、向かない棚場のケースですよね。僕の場合はそんなに数持ってないんで、一個一個、さっきのスプレーでこれで気が向いた時にかけてればいいんですけど、これがものすごい広いところにたくさんとなるとですね、ちょっとこれであげるのは大変だし、噴霧器であげてても時間かかると思うんで、そういうとこはやっぱり置き声をして水やりのたびにあげれるようにした方がいいのかなと思います。で、ちなみにですね、臓器類、普通の臓器類、イワシデとかなんですけど、うちにあるの。あたりだと、やっぱ春に最初に出てきた葉に、葉面散布で肥料をあげたものは結構葉が大きくなりがちだったので、春1番目ぐらいは本当に5000倍ぐらいから上げ始めて、徐々に濃くしてあげた方がいいのかなと、思いました。ペースを落とすっていうのでもいいと思うんですけど、いきなり濃いものをドカンと上げずに、化成肥料だし、すごい速攻で効くので、弱いものから上げていく方が、無難かなと思いました。で、あと、液体でも、同じ液体でも、有機肥料は、ですね、多分これはできなくて、というのも、有機肥料って基本的にはNPK、窒素、リン酸、カリが、数字書いてあるんですけど、あれは木が直接吸うっていう形じゃなくて、一回土に入ってって、中の微生物がそれを分解して、分解したものを木が吸収するっていう過程があるので、ここに多分直接かけても、何も効かない可能性あるんで、使う場合は化成肥料、ハイポネックスじゃなくても別にいいと思うんですけど、安くても何でも自分の使いやすいので使っていただければと思います。以上、今年の報告でした。このままもう1年続けてみようと思いますんで、また1年後、どうなったのかをですね、同じような木を持ってきてですね、ご報告したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。